皆さんごきげんよう。テンプルテンプラ from Japan のゆうです。前回の魚の生食の話はいかがだったでしょうか。そちらの動画をまだ見てないよという方はぜひ見ていただければと思います。私も魚は本当に好きで、魚もよく食べますし、釣りも行きますし、魚の刺身は本当によく買っています。海外の皆さんはいかがでしょう。やはりなかなか新鮮な魚が手に入らないとかあるんですかね。冷蔵・冷凍技術が発展したのは日本だけではないので、売っているお店もあるんでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。あとは魚を生で食べるということ自体に抵抗があるという方もおそらくいらっしゃるんじゃないかなと思います。この辺りはやはり生まれ育った地域だったりとか文化だったりとか、そういうものがいろいろと影響しているのかななんていうふうに思ったりします。そういう意味ですと、確かドイツでしたかね、豚を生で食べるという、豚の生肉といいますか、食べるというそういう文化が確かあったかなと思います。メットブルストっていうんですかね、豚肉のひき肉、これを使った料理だというふうに聞いております。日本でも豚肉の料理は非常に多いですし、普段から食べるのですが、生での食事というところに対しては非常に制限がかけられています。日本で豚肉を飲食店などで提供する場合には、豚の食肉の中心部を63度で30分以上加熱するか、またはこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌しなければならないこととなっています。これに違反した場合は2年以下の懲役か200万円以下の罰金が課せられるんですね。もちろんスーパーで売られている豚肉、これらはすべて加熱して食べるように売られていますので、生で食べてはいけません。はい、ちょっと前置きが長くなりましたが、本日の動画ではですね、スーパーに魚を見に行くということをしたいと思います。前回の動画で魚を食べるために、包丁を研ぐということをしたんですけれども、今回いよいよ、スーパーに魚を見に行くというところになります。本当に日本のスーパーではほぼどこでもですね、当然のように魚が売られています。その中でもやや多めに魚を扱っているかなという、そういうスーパーに、行ってきましたので、はい、じゃあここからどうぞご覧ください。はい、ということで早速スーパーにやってきました。今見えているのが魚の、コーナー。その中でも、刺身であったりとか、生で食べる用の魚を売っているコーナーになります。さて、じゃあ早速見ていきましょうか。右上に見えるのが、カンパチのお作りになります。カンパチというのは、ブリの仲間ですね。ブリも非常に美味しいんですけれども、カンパチも非常に私好きです。結構ブリはですね、刺身用で、買っておいても比較的、傷むまではいかないんですけれども、色が悪くなるのが早いという、そういうところがあるんですけれども、カンパチに関しては、比較的色が変わりにくいかなという、そういう印象を持っております。そういう意味で綺麗に、な見た目の魚を刺身を食べる、そういうところではカンパチ結構おすすめかなというふうに思っております。次がつぶ貝ですね。つぶ貝、これは貝の仲間でして、結構コリコリとした食感が、美味しいという、そういう、貝になります。次がしめ鯖ですね。鯖を酢で締めたというものになります。なので、いわゆる生の魚をそのまま切ったという、そういう刺身とは少し違うものになるんですけれども、このしめ鯖はしめ鯖で非常に美味しいというところになります。結構、自宅で作ると難しいんですよね。酢につけるというのはその通りなんですけれども、つけすぎると鯖の身が真っ白になってしまって、であと身もパサパサしてしまうというところがあるので、なかなか酢につける時間加減というところが難しいかなというふうに思っております。でもうまくできると非常に美味しいんですよね。はい、右下に見えるのが
お刺身の盛り合わせということになっております。ここに中トロって書いてありますね。この中に見えるのは、中トロとイカとサーモンという形になっているかなと思います。中トロは非常にこれまた人気の食材でして、結構日本人も好きですし、あと結構海外から来られてお寿司とか食べられる方も、中トロっていうのは一つ食べる選択肢におそらく入ってくるんじゃないかなというふうに思います。そしてイカですね。イカ、これも、非常に美味しいんですけれども、イカは、寄生虫、アニサキスの心配が少しあるかなというところですね。前回の動画でも、海の生き物に関しては、寄生虫のリスクが少ないということをお話しいたしました。で、このイカの、中に入っている寄生虫のアニサキスも人に寄生するわけじゃないんですけれども、もしも生きているアニサキスを食べてしまった場合に、アニサキスがお腹の中で暴れるんですね。で、お腹の中で、結構胃の中とかをですね、ツンツンとつつくということで、非常に激痛になるということで、アニサキスには気をつけろということがよく言われるわけですね。じゃあそれに対してどうすればいいのかというと、アニサキス、非常に小さいですので、包丁とかでですね、ちょっと傷つけば簡単に死んでしまうというようなところになります。なので、結構、イカの刺身で、包丁で、飾り包丁じゃないですけれども、小さな、傷を表面にたくさんつけているというのを見たことある方いらっしゃるかもしれないですけれども、これは寄生虫対策というような、側面が一つあるというところですね。あとはですね、この寄生虫、冷凍してしまえば、問題ないですので、冷凍して解凍したイカのお刺身を食べる、そんな、食べ方で安全に食べるというところもあるかなと思います。そして、サーモンですね、非常に人気の食材になります。どのくらい人気かというと、ここ10年ぐらい、日本人の中でのお寿司の、好きなネタランキングで、常に1位を取り続けているというのがこのサーモンというところになります。このサーモンに関しては基本的に養殖ということで海外から輸入されるというような形に、なっているんですけれども、このサーモン、いわゆる、鮭、マスの仲間なんですね。で、鮭、マスの仲間というのは、これまた寄生虫、先ほどと同じアニサキスが、よくいるというようなものになるんですけれども、こちらは非常に養殖技術が、発展していて、養殖のサーモンに関してはアニサキスの心配が、ないというふうに言われております。ということで、今お話ししたサバもイカもサーモンも、アニサキスという共通の寄生虫のお話が出てきましたけれども、これらに関しては、冷凍して解凍するであったり、養殖の技術というところで、安全に美味しく食べられるという、そういうところになっているのかなと思います。ここを実際見ていただくと、サバ、解凍というふうに書かれていますけれども、これ1回冷凍して、寄生虫がいたかいないかわからないですけれども、しっかりもしもいた場合には、冷凍する中でしっかりと殺して安全に食べられる、そういう形に、なっているというところですね。はい。そしてですね、こちらに見えてきたのが、エビとマダイですね。タイに関しては、これも非常に人気の、ネタというところになります。白身で少し淡白な味わいというところになりますけれども、中トロとかのような非常に味の濃い、刺身に対して、マダイは非常に淡白というところで、これはこれでまた非常に味わいがあるというところですね。そして、エビですね。デンマーク産とアルゼンチン産というふうに書いていますね。エビも非常に、日本では人気です。こうやって刺身で食べるということもありますし、エビは、天ぷらですね。でも、エビ天なんて言うんですけれども、天ぷらで食べるなんていうことも、非常に多いです。また、日本の、年始、お正月と言うんですけれども、そこでおせち、そこの中でもエビというものが出てきますね。
またおせちに関してはいつか日本の文化というところのお話で、取り上げたいなというふうに思います。はい、こちらに見えてきたのが、またこれ中トロと書かれていますけれども、先ほどより少し、入っている刺身の量が多い形ですね。でも中トロ、イカ、サーモン、ブリかハマチかカンパチかというところかなと思います。はい、これも中トロ、非常に中トロが人気だというのが見えますね。この辺も中トロ、全部中トロって書いてますね。中身は少しずつ、違うであったりとか、先ほど、バラバラに売っていたエビであったりとかイカであったりというものが組み合わせになっているという形かなと思います。はい、そしてここに見えてきたのがですね、日本のスーパーの、鮮魚売り場の名物といっても過言ではないわさびと生姜と醤油ですね。わさびとか使うっていうのは前回の動画でもお話ししたんですけれども、この刺身を買った時にですね、このわさびとか生姜とか醤油、これは必要な分ですね、ただで持って帰れるというのが、日本のスーパー、大体どこもそういう形になっていますので、これ、買うというよりは、お刺身を買うときに一緒に、ついてくる、そういうものかなと思っていただくといいかなと思います。そしてここからが、カツオですね。カツオのたたき。これはですね、カツオをですね、表面を、炙るというか、ちょっと火を入れるというか、そういう形で、作った、料理というかですね、食べ方というかになります。で、下に、イカが丸々1匹いますね。これ調理はごめんなさいって書いてあるんですけれども、何かというと自分で、買って持って帰ってさばいて自分で刺身にしてくださいという、そういうものですね。はい。同じような形で隣に出てくるのが、マダイですね。丸々とマダイの、1匹丸々売られているというような形になります。この、魚をさばくと、実は上側のマダイ、さばいた、マダイになっていまして、自分で頑張ってさばくと、上のような、刺身が出来上がると、柵が出来上がるというような形になります。スズキですね。これも、結構日本ではよく見る魚ですけれども、お刺身で売られているのは少し珍しいかもしれないですね。で、さらにこちら、ヒラメのお刺身というところと、下はこれメバルのお刺身というところになっています。このメバルですが、ちょうどこのぐらいの時期が旬というふうに言われていて、旬という言葉、これ、海外の方でもあるんですかね。何かというと、その一番美味しく食べられる、時期というのを旬というふうに言います。メバルはまさに今この時期が旬と、そういう形になってきます。これも自分でさばいて食べてくださいということで、結構お腹がぷっくりと膨らんでいますね。もしかすると卵とかあるのかもしれないです。そして、カニと、アジですね。アジについてもこれ自分でさばいてくださいというような形で、アジに関しては、日本では大衆魚というふうにも言われていまして、非常に、馴染みの深い魚ということになっています。結構釣りとかに行くとアジ、どこでもいるんじゃないかなというふうに思います。簡単に釣れるかどうかっていうのはまた少し別のお話なんですけれども、結構東京湾、昔で言うと江戸前なんて言いますけれども、東京湾で、釣れるアジはですね、非常に脂が乗っていて、美味しいというところで、私はアジ釣った場合には、そのまますぐ食べるという形じゃなくてですね、さばいた後に、ある程度、時間を置いて、熟成させて食べるのが結構好きだったりします。あと、酢だこが見えてきましたね。タコを酢で、締めているものになります。当然ながら酸っぱいですね。はい。で、ブリの刺身ということで、先ほどカンパチ、ございましたけれども、こちらが、ブリというような形になっています。
天然のブリというような形で、ちょっとだけ身が赤っぽいですかね。ブリに関しては、結構養殖のブリの方が、個人的には好きかなというふうに思っています。養殖のブリの方が非常に、脂が乗ってて美味しいというところと、またなんかこれも別の機会どこかでお話できるといいかななんて思いますけれども、魚を美味しく食べるための一つコツとして、血抜きというのがあります。動物とかも同じかなと思いますけれども、やはり身の中に含まれている血、これが腐敗の原因になってくるというところがありますので、養殖されたブリなんていうのはすぐにしっかり血抜きがされるので、こんなに身に、血が回らないというような形で、美味しい養殖のブリというのは身がもう少ししっかりと白いというような形になってくるので、やはり天然のブリ、これはこれで多分美味しいんだとは思うんですけれども、少し身が赤いかなというところですね。あとはホタテ貝というところと、他にもですね、縁側というものだったり、ウニも見えます。あとはマグロのたたきですね。これはネギトロとか作るときに使うようなものになりますし、あと煮アナゴ。これはアナゴですね。アナゴを、醤油と砂糖とかの、少し甘じょっぱい、つゆで、煮つけたものがこの煮アナゴというようなものになります。スモークサーモン。これはおそらく、海外でも皆さん食べられる地域の方もいらっしゃるかなと思いますけれども、スモーク、煙で、いぶしたサーモンというところになります。鮭になります。あと、シシャモ。これ、魚の卵ですね。シシャモの卵を売ってるっていうのは結構珍しいかなと思います。魚の卵というと、やはりイクラが非常に、王道というところになってきますね。刺身のコーナーをざっと見てまいりました。いかがだったでしょうか。初めて見た魚ももしかするとあるんじゃないかなというふうに思います。これ以外にもですね、季節によってカワハギというようなお魚もお刺身になりますし、他にもいろいろと種類がありますので、今日出てこなかったですけれども、イワシもですね、お刺身、少し炙る方が私も好きだったりしますけれども、これも非常に美味しいです。このイワシも季節によって脂が乗ってるのとそうじゃないのが非常に差がありますので、脂の乗っているイワシというのは、これをバーナーとかで炙るとですね、非常にとろっとして美味しいんですね。私の好きな刺身の話ばかりしてもあれなので、このような形でですね、刺身いろいろと、見てきました。で、お魚コーナー、長くちょっと、お話しすぎたかなと思いますので、また、刺身を実際にちょっと切るというのは、ちょっともう一回だけですね、次回の動画に、させていただいて、そちらで、お見せできればと思います。皆さんいかがだったでしょうか。ぜひ、感想をいただければなと思います。やはり海外のスーパーとどう違うかなんていうのを、そういうのを教えていただけると非常に楽しいななんていうふうに思います。非常に本当魚、刺身に関してはこれ全部先ほどの生で食べるという、そういうものになっているので、非常にもしかすると驚かれたかという方もいらっしゃるかもしれません。本当感想の方お待ちしております。じゃあ本日の方はですね、こちらで動画の方終了としたいなというふうに思いますので、また次回を、楽しみにしていただければと思います。また本日の動画が楽しいな、面白いなというふうに思っていただいた方はですね、ぜひお気に入り登録と、高評価の方を、していただければと思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。